こんにちは、チョッパーです。パート1からの続きになります。今回はセットアップと実際に撮影していきたいと思います。さあ行くぞ。まず大前提として Google プレイなどでクイックアプリをインストールしておきます。あと充電しておくのと SD カードを入れておいてください。ここのステータスボタンを押して、ここのディスプレイで言語を選択します。ステータスボタンを押して言語を選択して、シャッターボタンを押して確定します。次に利用規約に同意するならまたシャッターボタンを押して確定します。次にペアリングするためにクイックアプリを開きます。ここからはスマホ画面での説明になります。本来はカメラ検索画面になるのですが、なぜか出てきません。いろいろ調べた結果、なぜか先にスマホの Bluetooth でペアリングしないとダメみたいでした。新しい GoPro だったのでペアリング設定が必要だったのかもしれません。01、02の操作をするとこの画面になります。しばらくするとこの画面になるので、
これでセットアップ完了です。カメラのユーザー設定はこのマークをタッチします。自分の好みで設定してください。ビデオ設定はこのマークをタッチします。変更したいところをタッチします。自分の好みで設定してください。アプリからシャッターを押すときはこのマーク。アプリから電源を切るときはこのマーク。それでは早速試し撮りをしていきます。今回使用する解像度はの3種類とします。各レンズはその他の設定です。撮影してみた感じですが、解像度の違いについては YouTube では分かりづらいかもしれませんね。ただ視野角に関してはかなりの差があり、ハイパービュー、スーパービュー、広角では歪みが出ています。
気になったのは GoPro8-9 に比べ魚眼効果が顕著に出ている印象でした。このような撮影には合っていなく、人によっては酔ってしまいますね。それに対してリニアプラスロックでは歪みがありませんね。リニアは Vlog 的なこのような撮影が合ってるようです。歪みがないためとても見やすいですね。スポーツなどはハイパービュー、スーパービュー、広角で撮影するなどシーンによって設定を変えるのがベストですね。おっさんが主に使用するのは釣りですが、リニアプラスロックにしようかなと思います。以上 GoPro mini のセットアップと実撮でした。これで GoPro Hero 11 Black mini のレビューを終わろうと思ったのですが、実は放置しておいたのにフリーズしてしまい、うんともすんとも言わなくなりました。初期不良かと思いましたが、数時間後なんとか復活したので事なきを得たのですが、いろいろ調べたらミニは熱暴走しやすいようです。なので次回は熱暴走について検証してみようかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。